どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前ブセファランドラの組織培養を初めて購入したという動画を出したんですが、覚えていますでしょうか？高級水草の代名詞であるブセファランドラがお得に買えるということで超嬉しかったんですが、一度買ってそのお得さを知ってしまうと、もっと買わないと損なんじゃないかと思ってしまうものです。特に自分が車で行ける距離にあるショップでは、ブセファランドラの組織培養はなかなか売っておらず、手に入れられる機会も少ないです。とは言っても、この前買ったばかりなのにまたすぐ買おうとはなかなかならないですよね。それも1個6000円する商品ならなおさら。ただ、タイミングがいいのか悪いのか、初めて購入してからほどなくしてまたセールが開催され始めたんです。以前の動画でも言ってたんですが、初めて購入した時は購入先のペットバルーンで 30% オフのセールが開催されており、組織培養ブセが1個4200円という破格の値段で買うことができたんです。送料をプラスしても普通にお得ですよね。そして今回も同じように 30% オフセールが開催されたんです。セールの趣旨自体は違ったんですが、前回同様ブセの組織培養はセール対象になってました。一度購入してそのお得さを知ってしまった手前、セールとお得さの二段攻撃に自分は耐えることができたのでしょうか。というわけで今回もブセを購入したので紹介していきたいと思います。果たして何のブセを買ったのか、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速開封していくんですが、前回お見せしていなかった個人的に結構好きなブセファランドラを先に紹介していきます。それがこちら、ブセファランドラゴジラ。価格は2980円。このブセは前回の購入品で紹介していなかった分です。こちらもセール対象で 30% オフということでとてもお買い得でした。ゴジラは自分が一番好きなブセファランドラクダガンと姿が似ており、黒光りするその葉はとても綺麗です。クダガンとの違いは、ゴジラの方が葉が全体的に小さい傾向にあるところです。小型水槽でもレイアウトとして使えるので、このゴジラがブセの中でも好きって方は多いのではないでしょうか。ただ、最近全然見かけることが少なく、ペットバルーンでもそうですが、実店舗でもなかなか出会えていません。この時に買っておいたのは英断でしたね。ちなみにいろんなブセの種類を集めているのは、以前動画で話したブセファランドラ水槽を立ち上げるためです。ただ、ブセファランドラって一度買ってしまうと、他の種類もコレクションしたくなっちゃうんですよね。なかなか中毒性の高い水草です。というわけで、前回お見せできなかったお気に入りブセを紹介したところで、今回の大本命を見ていきましょう。出てきたのは自分にしては珍しい超小さい発泡スチロール。普段は送料がもったいないので毎回爆買いするため、必然的に梱包もでかくなるんですよね。こんな風に片手で持てるサイズは初めてかもしれません。普通の発泡スチロールと違って斜めに分かれており、珍しいなと思いながら一切ためらいもなく開封していきます。というわけで最初に出てきたブセはこちら、ブセファランドラピグマエア。価格は6000円。こちらは以前も購入した組織培養ブセですね。前回よりも気持ち少なめな気がしないでもないです。おそらく成長具合でボリュームが結構変わってくるものと思われます。基本的に株の数は変わらない気がしてます。続いて出てきたのはこちら、ブセファランドラクダガン。価格は6000円。こちらも前回購入した組織培養ブセです。自分が一番好きなブセファランドラの種類で黒光りする葉はもうたまらんです。ボリュームは結構ありそう。というか発送の時にシェイクされたのか盛大に寄ってます。ブセの組織培養が寄ってるのはちょっとビビりますよね。続いて出てきたのはまたしてもクダガン。どうしても欲望を抑えきれませんでした。本当は1個で留めておこうと思ったんですが、今のうちに買っておかないともったいないと思ってしまったんです。送料が1000円かかるんで、一度に多く買っておいた方がお得ですし、そう言い聞かせて買ったはいいものの、自分でも買いすぎたなと思いましたね。というわけで今回のお買い物は1個6000円の組織培養ブセ3個でした。
6000×3 プラス送料1000円で合計19000円。なんですが、最初にお話した通り、この組織培養伏せは 30% オフだったので、3つで合計5400円引きです。なので、送料も合わせて13600円で入手することができました。正直、金額自体も半端ないですが、値引き価格もおかしいですよね。5400円って普通に組織培養伏せ1個買えるレベル。まあ 30%×3 で 90% だから当たり前なんですけど。というわけで衝動的に伏せを購入したはいいものの、この伏せをそのままにしててもレイアウトには使用できません。伏せは環境の変化で溶けることがよくあるので、レイアウトした後に溶けたら大変なことになります。おまけに成長が遅いため、茎、通称芋が生き残ってても、また新しい葉をつけるには年単位で待つ必要があるんです。新しい葉が出るのを待ってたら、その間にレイアウト水槽が崩壊していると思うんで、溶けるのだけは避けたい。そんな溶けやすい伏せなんですが、その中でも組織培養伏せは溶けやすいことで有名です。立ち上げ初期のアンモニアが検出される水槽に入れたら、たちまち葉がなくなります。生える気持ちを抑えられず、組織培養伏せを水槽にドボンして後悔した方は結構いるのではないでしょうか。では、そんな伏せをどうやってレイアウトに使えるようにしていくのかというと、前回も行ったガラスポットによる半水中用管理です。ダイソーで購入したガラスポットの蓋を密閉し、ポット内の湿度を 100% にしておきつつ、伏せを陸上に出しておくことで、水上水中どちらでも移行しやすい状態に伏せを育成するという寸法です。ただ、現段階で成功するかは分かってません。最初に購入した伏せをポットに入れたばっかりなので、うまくいくかは未知数。本当なら成功することを確認してから買うべきなんでしょうけど、やっぱり 30% オフには勝てませんでした。ただ、今回の伏せの半水中用化作業は購入してから3週間後にしてます。それもそのはず、前回初めて買った組織培養伏せ2個をガラスポットに植栽したのが、今回の買い物の10日後だったからです。ということは、最初に買った伏せを具体的にどうするかも考えずに、追加で3個も買ってたわけですね。軽く狂ってますが、この選択が吉と出るか凶と出るかはおのずとわかります。ちなみに購入後の3週間は以前動画にした室内水上栽培ファームにておにぎりライトをカンカンに当ててました。それでは作業をしていくんですが、組織培養伏せの3週間後の状態がこちら。まずは管岩から見ていきます。なんか先ほど見た映像よりみちみちになってますね。やはり陰性水草の場合は組織培養の中でも結構維持できるようです。続いてもう一つの管岩。こちらは増殖するどころかつぼみが咲いてますね。伏せって維持してると結構つぼみが咲くんですが、組織培養の中では初めて見ました。最後はピグマエア。こちらは管岩と違い、組織培養の中ではあまり成長が芳しくありません。葉は若干大きくなってる気はしますが、枯れてる部分がちらほら。前回のものも同じ傾向にあったので、伏せも種類によって得て増えてな環境があるようです。ちなみに組織培養の裏に30日で約15センチ伸びますって書いてますけど、んなわけあるかっていつも思ってます。1ヶ月で伏せが15センチ伸びるなら苦労はしてないんですが、これって組織培養の中の伏せ全部を合計して15センチ伸びるってことなんですかね。未だにこの記述が謎です。そして今回使用するのがこちら、ダイソーのガラスポットです。大きさは前回と同じハイタイプのものなんですが、今回は中身を使い古しのソイルにしています。前回は新品のプラチナソイルを使用していました。ただ、伏せって貧栄養の方が成長しやすいイメージがあるので、もしかしたら栄養を抜け切ったソイルの方がいいんじゃないかということで、実験的に中古を使います。それではガラスポットの準備もできたので開封していきます。まずは管岩。横から見ると確かに伸びてます。中はこのようにギッチギチです。なんか密生してる伏せ見るのって最高に幸せですよね。もう一つの管岩の方もカップギリギリの高さまで成長しています。開けるとこちらもみちみち。つぼみはもう花開いているようで時期に枯れそう。ピグマイヤの方はちょっと葉の色が悪いやつがあります。
管がよりも元になった株が少ないのか、小さいものがいっぱいというより、一つ一つの葉がでかくなってますね。開封したら寒天培地ごと引っこ抜きます。いや、最高に気持ちがいいです。外に出したブセはたまらんですね。トライアングルグローという超高光量のライトをぶち当ててたので、ちょっと葉焼けしてる気がしないでもないですが、枯れてないので気にしません。これでそのまま水槽に入れて溶けなければもっと最高なんですけど、逆にちょっと難しいくらいが楽しみまであります。ビグマイヤーの方も枯れてない葉はテカってていい感じ。というわけでざっくばらんに株分けしました。いっぱい株がついている塊がありますが、この量をガラスポット1個にぶち込むんで、一株一株分ける必要はありません。もう数えるのも大変なくらい株があります。やはりしばらく組織培養の中で寝かせて育成したのが良かったのでしょうか。まだ緑色の新芽もいっぱいあるので最高。もう一つの管ガンがこちら。こっちの方が量多そうですね。4200円でこれはちょっとよだれが止まらなくなりそう。ビグマイヤーの方は割と細かく分けられたと思います。前回と同じで7、8株といったところでしょうか。それでは植栽していきます。まずはポット内のソイルを霧吹きで濡らしていきます。前回は濡らさずそのまま植栽してたんで教訓が生きてますね。まずはビグマイヤーから。結構デカめの株をど真ん中に入れ、その周辺に他の株を植えていきます。濡らしたからもっと簡単に植栽できるかと思ったんですが、なかなかうまくいかないですね。根っこを切っておいたらもっと楽なんでしょうけど、いろいろいじるのも怖いんで根もそのままにしてます。少しずつコツをつかんでスムーズに植栽できました。ビグマイヤーは7株くらいでしたが、ガラスポット1個だとこれくらいギチギチになります。続いては管ガン。先ほどの量を一つのポットに入れるのでどうなることやら。しょっぱなからどでかい塊を真ん中に植栽し、すでにスペースがカツカツです。そこからはピグマイヤ同様、外堀を埋めていく感じで大きめの塊から植栽。ここら辺からすでに雲行きは怪しかったんですが、明らかに植えるスペースがありません。本当はこの量だったらガラスポットを3、4個に分けた方がいいと思います。最後ら辺なんて小さい株を植えるというより押し込んでますからね。すでに植栽するという目的を忘れ、ただただ入り込むようにしてます。もう一つの管ガンも同じように植栽したんですが、こちらの方がちょっと余裕がありました。これを見ると同じ組織培養でも状態によって株の数が結構違うことがわかります。というわけで全ての組織培養ブセをギチギチに詰め込むことができたんですが、終盤は押し込むことに必死になってブセをソイルに入れ込むことができなかったため、上から追いソイルをかけて埋めちゃおうという脳筋戦法でどうにかします。こうすることで空中に浮いているブセをソイルに埋没させる算段です。ソイルを上からかけたら、だいぶ多めの水を霧吹きで吹きつけます。これは葉の上にかかったソイルや場所によってガタガタになっているソイルを均等にならすためです。どこまで意味があるかはわかりませんが、自分が納得するのが一番大事。ただ、このまま水没させてると溶ける未来しか見えないので、中の水はスポイトで取り除いておきます。これで全ての作業が完了しました。こんな感じで今回購入したブセ全部を半水中用栽培する環境が整いました。このガラスポットにギチギチに入っている姿を見るのは最高に気持ちがいいですね。正直育成環境としては適切ではないと思いますが、スペースも有限なので致し方なし。ちなみにこのように隙間なく埋めてしまうと、ブセが上へ上へと伸びることが予想されるので、新しい株を増やしたい方にはお勧めしません。とにかく数を増やしたい方は、ブセを斜めないし横たわらせると、茎のところから光源に対して伸びる新しい株が生まれやすくなります。そもそも自分のようなやり方でうまくいくかはまだ未知数なので推奨はしません。育成環境としては、前回の動画でもお話したように、水上栽培ファームで蓋をしたまま管理し、気が向いた時にたまに蓋を開けて換気し、新しい水を吹きかけるといった感じにしています。カビる可能性も大いにあるので、こまめに管理できる人は、換気と水替えは頻繁にしておいた方がいいかもしれません。
話によると、ブセは新鮮な水を好むらしいんで、一度全部水を抜いた後に新しい水に置き換えるのもあり、うまくいく保証はありません。そんな感じで今後のブセの行く末が気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますのでそちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。